皆さん、ごきげんよう。上川かおりんです。ヤフー知恵袋を見ていたら、下記の質問がありました。今回は、こちらの質問にお答えしたいと思います。それでは、早速行ってみましょう。質問1、中継機使った方が、Wi-Fi の速度遅くなるのはどうして？ 2022 年1月29日。質問2、Wi-Fi 中継機について質問です。2階にある自室は、ルーター本体と遠く電波がとても悪いです。ルーターをもう一台設置をと家主に説得したのですが、許可が下りませんでした。なのでいろいろ調べたところ、中継機というものを知り、初めて設置してみました。実質での速度は少しですが、マシになった気がします。しかし、1階ルーター本体のある部屋では、速度がとても遅くなってしまいました。何が原因なのかわかりません。教えてください。よろしくお願いします。質問3、Wi-Fi の親機と中継機に関してです。中継機を使用すると、親機の回線がとても遅くなります。しかし、中継機をつなげないと、家全体に回線が届きません。改善法はあるのでしょうか？ 2021 年7月24日ということなんですが、これには2つの問題があって、まず、1、中継機と Wi-Fi 接続すると、早くならない。この件については、もともと電波が届かない場所に中継機で電波を届けるんですから、まあ、速度はそもそも期待できないし、接続も 5G1Z はまず無理で、24G1Z 接続になるかと思います。なので、これは致し方ないかと思います。まずは、速度よりも安定的に接続できるかですよね。2、中継機を設置すると、親機 Wi-Fi 自体のインターネット接続が遅くなってしまう。こちらが問題ですよね。理由の一つは、Wi-Fi 電波が強い場所でも、間違ってスマホなどの端末が中継機から Wi-Fi を拾っている可能性があります。自動で最適な Wi-Fi に切り替わるような仕様になっていればいいんですが、実際は自動で遅い Wi-Fi に切り替わることがあるんですよね。これは遅いなぁと思って初めて中継機につながっていることに気がつくんですが、まあ確認が必要です。それ以外の理由として、まず中継機をつけると本当に親機 Wi-Fi が遅くなるのかという、まずそこからなんですが、実はこれは私も経験したんですが、中継機をつけると親機 Wi-Fi の速度が少しですが確実に遅くなります。これは PC をお持ちの方ならば、Wi-Fi アナライザーというソフトをインストールして Wi-Fi の干渉状況を見ることで、まずはっきりと証明できます。実は私は Wi-Fi 中継機を有線 LAN ケーブルでテレビのインターネットポートに接続して、いわば無線 LAN のようにして、テレビをインターネットにつなげていました。インターネットにつなげても、それだけでは D ボタンで投票やアンケートに答えることができるようになるだけですが、とにかくそれがしたかったのですよ。わらわらわら。しかし Wi-Fi 中継機が部屋の中にあって、そのすぐそばでスマホを使うと、たとえ新ルーターに Wi-Fi 接続しているにもかかわらず、3%、5% ぐらい速度が低下してしまいます。これは Wi-Fi アナライザーで、はっきりと確認できました。なので、これは、鋼の錬金術師じゃないけど、等価交換の法則で致し方ないのかな、とも思ったんですがわらわら。しかし以下の方法で、この干渉を避けることができました。それは、Wi-Fi 中継機は親機から 24G1Z の電波だけを受信して、24G1Z の電波だけ発信する、というように設定して、5G1Z の電波の送受信をオフにしておくことです。そしてスマホは 24G1Z は使用せずに 5G1Z のみ使用してインターネットを接続することです。これで中継機を使用していても干渉を回避できます。私の中継機の使い方が特殊な使い方なのかもしれませんが、いずれにしても中継機を使うというのは中継機をどこに置いても多少は干渉の原因になります。私はこの中継機の干渉を回避したことで、日中でもインターネット接続が 450Mbps、500Mbps で安定するようになりました。それ以前は
400Mbps 以下でした。中継機をお使いの方は、ぜひ一度お試しくださいませませ。以上です。